内サバです。前回、VR 体験から第1位に輝いたハンドガン、FN57 ピストルのエアソフトガンを購入しましたので、今回は VR 体験とリアルを比較して良かったところ、悪かったところなどをレビューしてみます。ではまず、VR と違ってたけど良かったこと。グリップが健康サンダル。何言ってんだこいつと思われると思いますが、57ユーザーならあるある体験のはず。グリップは写真とかで見てもよくわからなかったのですが、実際は大根が下ろせるぐらいのイボイボになってます。しっかり持ちたいけど素手だと痛い。VR で手に持つコントローラと比較して、こんな健康グッズになるとは思ってませんでした。おっさんの肝臓は若くないんだとちょっとへこみましたが、ツボ刺激が良かったので気に入りました。また VR コントローラに対しては、FN57 は特殊な弾薬を使用するのでグリップが大きめであるという点が心配でした。確かに前後に広い印象はありますが、その分左右の幅寸法が抑えられているようで握りにくいという印象は受けませんでした。また前後に広い分、右手持ちで左手の親指の付け根をグリップに押さえつけやすく射撃姿勢が安定します。トリガー位置もちょうどいい感じで良かったです。では次に、VR と違ってたし、悪かったところについてです。取説読んで、安全装置確認よし、ガス漏れなし確認よし。まずはからうち、VR では体験できない大変な衝撃の反動でした。57は東京マルイのガスブローバックの中でも反動が強い方らしいです。5メートル先のターゲットを狙い、当てれるわーってニヤニヤしてたんですが、若干のこれじゃない感。何か違う。よく見比べると、サイトの高さが低いみたいです。VR で気に入っていたのがこの高めのサイトのバランスだったので、やっぱりこれじゃない。残念でした。これに関してサイトの高さを変更するカスタムパーツがないか探しているのですが見つかりません。ご存知の方見えましたらご教授いただけると嬉しいです。あとマニアックな話になりますが、VR と違うリアルの楽しみ方についてお話しさせてください。使用してみて問題なく一連の動作はできたのですが、気になったのがスライドの渋さでした。途中に引っかかりがあったんです。通常分解で分かった原因は、くびれ部分の樹脂カバーの作りの問題で、カバーが内側に押されて歪んでいたことでした。少し削ってシリコングリスを塗布したところ、スライドの動きと音が格段に良くなりました。実は今回、東京丸い純正品がなく、クレのシリコングリスを使用しましたが、推奨されているものではないのでちょっと不安です。またトレポンをご使用されている方の動画では、整備には構図を選択されておりました。値段の張るものですが、やはりおすすめなのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。それで実際は、通常分解と言いながら、調子乗ってこれくらいまでばらしちゃったんですよね。なんとか組み立て直して確認の試写してたら、スライドストップして戻らない状態に、めちゃくちゃ焦りました。原因はこの部品がスライド内で外れかかって止まっていることでした。再度分解すると、樹脂部品のネジ穴がガバガバに抜けるようになってました。組み立て時に締めすぎたみたいです。最終的には接着で対応しました。でももともと設計が弱そうな部品に感じるので、スライドストップで負荷がかからないよう、なるべく内切りを避けるように注意しようと思いました。VR では変なことしても必ず動くので愛着があまり持てないんですが、やっぱりリアルの方がメンテナンスで手間がかかる分、愛着が持てるなぁと思います。例えばハンマーのコッキング状態をこの穴から確認できるのですが、安全状態をわかりやすくするため、ハンマーのコッキング状態で見える面を赤色に塗ったり工夫してみました。そんなメンテナンスカスタムが気に入ってます。最後にまとめです。VR 体験っていろんなことできる可能性が高いなって思って始めたことでしたが、今回、エアソフトガン買ってみて、VR とリアルが違うことを改めて実感しました。どちらかといえばリアルの方がトラブルが多くて難しいです。でも、その悪いことも楽しめる人であれば、愛着を持ってサバゲー楽しめるんじゃないかと思いました。以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。